男たちに嫌な予感。ここ歌舞伎町に東西合わせて67名のホストが大集結したのだが、東京のやつ俺やるわ。東京のやつ俺やる。ローランドブラックいただきました。ありがとうございます。そしてまだまだ東京ともありません。3番テーブルありがとうございます。やらかしの原因はなんとローランド自身だった。マジ言ってほしいですよね。こんな演出すんなよって話ですけどね。こんなんかわいそうじゃないですか。普通にマジ切れ。こんな映像を覚えているだろうか。昨年まで東京と大阪の店舗が売り上げを競い合う恒例イベントがあった。しかしつい先日、広告に対しての規制がかかりますよと。ナンバーワンって言ってはいけませんとか、あとは売り上げ何千万って言ってはいけませんとか、毎年開催してたザ・バトルっていうものあるよね。なんかこう戦いを連想させるような言い回しのイベントは開催しちゃいけませんよ。これまでお伝えした風営法の改正、その影響、ホストクラブは売り上げやナンバーを宣伝できなくなった。そうするとザ・バトルのようなイベントもご法度というわけだ。ということでザ・バトル改め今年のイベント名は東西合同営業。苦肉の策だった。舞台はリニューアルオープンを控えたザ・シックの箱。ローランドグループの全ホスト67名が集結。そのため営業時間は普段より3時間前倒しで行われた。その一部営業では、いい？60ぴったりでも大丈夫？60ぴったりでも大丈夫？あ、いいよ。いい？もうシンプルに言うともうできるところまで結構やってもらいたいっていうの。マジで大阪店ではなく東京のザ・クラブ本店が独走。札束は価値の差を決定づける。やられてますよね。なんか久々にちょっとムカついてます。高額オーダートップ3に贈られるシャンパンコールも東京店が独占。大阪店は第2部の営業で挽回になるか。お客様取られます。いらっしゃいませ。うわ出た。すごいな、なんかめっちゃ人多い。めっちゃいい。だってもうグループ全員集結してるから。緊張する。緊張するな。この日の営業は売りかけ防止のため基本前払い制。一部は総額30万円以上だったが、なんと2部は150万円以上の超高額客のみが訪れ、新人にはなかなか呼べない客層だが、この男見たことあるようなないような。優しそう。なんか福君の大人バージョンみたいな。あ、言われたことあります。あります？あります。確かにちょっと似てる。まだあどけなさも残るが、何センチですか183あります。おー、高い。ガンバのジュニアユースいたんだ。あ、ジュニアユース。酒井どっち？僕は本当の。あ、本当の方。入りました。ああ、そうなんだ。結構うまいと思うよ、サッカー。まあ関係ないですかね。まあ関係ないか分かんない。売れるかどうかはめっちゃ本人努力してないけど、採用基準で言うと俺はギリ達してんじゃないかなって思うな。大阪の基準だったら。ローランドグループ恒例のサッカー採用。ベビーフェイスの鈴木福君系がまるで別人。ホストという仕事は人をここまで変えるのか。すぐに指名客もついた。この日は一回ちょっと見ていい？ちょっといいですか？見て。ちょっと重みを感じたい。いいよってあれあれあ、そういうこと。やば。運気上がりそうやな。
ありがとう、ほんまにありがとう。ほんま感謝してます。現生330万円。もうユーハの時代か。これには会長ローランドもこんな伸びるとは正直ちょっと予想できてなかったわ。いやそうですね。代表はずっとお前売れるって言ってたんですけど、いやまあ最低基準じゃないみたいな。で今日俺が激推ししてた同期の健三ってやつの並んでるとこ見て、俺は何をしてんだろう。何を同期か。同期。大阪から来てもらいました。わざわざこのためにいらっしゃった。いや来てくれました。ありがたいです。もともとタワーしたくて置いててくれてたお金をこの営業に向けてもう先に使うっていう、自分が目立つというよりかは僕をこう僕の顔を立ててくれたっていう、もう本当に僕のためだけにやってくれたっていう感じで、いや僕も分かんないです。なんでこうなってるのか分かんないですけど、もう大阪店が好きで、有志代表が好きで、なんかこう持ち上げたいというか、大阪店の新エースユーハが音楽ボトルで口火を切った。一方東京店の売れっ子、同じく180センチ超えの広海は人知れずガチの修羅場にいた。沖縄出身の広海といえば、高校を卒業後自衛隊に所属、その後 LDH にも所属したといういかつい経歴。ポストデビュー半年で売れっ子の仲間入りをした逸材。この東西合同営業でもどうにか存在感を出したいところ。しかし指名客との地獄の空気。この30分前にできる限りさ、シャンコ入るようにしたけどシャンパン多めでもいい。大丈夫？これが一応200までで考えたところ、250きっかりがいい。253。いやマジこれね無理してるっていうんだったらそれはやめてほしいなと思う。まだ席に着いて3分も経たない。お金の話ばかりだ。そしてどうしたの？めちゃくちゃマイナスになるとか、それで家賃の支払いがとか、そんなのないよ。そこの件は僕はないんだけど、なんかさ、事前にさ、自分でちょっとこんだけ伸びてて、こんだけさ、一部で盛り上がって、多分プロがいっぱいあってさ、で、多分、ちょっと見せてくれたのもすごいわかるの。なんか LINE でさ、今度言ってくれたら嬉しかったから、なんかその、こういう状況で予算上げてもらうかもしれないとか、なんかついてすぐにね、こうでって言われた時にちょっとなんかおーってなっちゃった。でもそのためでそれでもお肉の行動で大事やろうって気持ちはあるんだけど、しんどい思いして稼いだことをなんかこうスルーしてる感じに感じながら辛かったっていうのがある。一部営業が大盛り上がり、そして150万円以上が条件の2部が始まった今、他にそんな乗客がいるわけでもない。焦っていた。自分がなんかこうかっこつけたいって思いだけですげえ言っちゃったなって思った。私はこの合同営業はすごい楽しい気分で来ようと思ってたから、そんな中で来月のバチバチするの分かってないから、やっぱここでもバチバチなのかみたいなさ、しんどくなっちゃった。だから私のこと好きじゃないから。そうだよね。で平和がいいし、誰かと戦ってるわけでもないから、そこがね、ずっとそう言ってるもんね。ごめんね。とここでプレゼント？
そうお客さんは博臣を喜ばせようとサプライズまで用意していたのだ。そういうことじゃない。ありがとう。ありがとうございます。中身はなんと50万円の超高級バッグ。大丈夫、反対が出るから。幸せにしていい？幸せにしていい？準備できてる？幸せになる準備できてる？売上競争は規制されてもお客さんの推し感情はさまざまに形を変えて溢れ出る。ここに通う女性たちは今回の風営法改正についてどう感じているのか。法律前の方が人って面白いと思う。ホストさんが言えない分なんか察してあげたいじゃないけど言えないから、でも中身は変わってないから察して応援。コールの順でわかるから。コールの順でね。なんとなく空気的に分かるから。だからちょっとねわかんないのは悔しいけど頑張ったから。後ろ向いて言うって。なるほど。まあでも使うのは変わらないんだよ。使うのは変わらないんだ。結局まあナンバーとかじゃなくて自分がやりたいとか本当はやりたいのできれば。そんな中泣いてバッグを渡して準備できてる200万円を使ったこちらの人は、でも素晴らしいことだと思います。素晴らしい。でもそういうラストソングとかないことはもう幸せですよ、やっぱり。ナンバーとかもちろんそれでモチベが上がる女の子もいると思うんですけど、私的には純粋にあなたに伝えたいだけで戦闘表ではないので、私的にはいいかなって純粋に楽しめる。お客さんの中でも法改正について賛否両論がある中、ラストオーダーを迎える。第2部営業に訪れたお客さんは18組。その全員最低150万円以上という高い予算を使ったのだが、いわゆるシャンパンコールを味わうのは上位5組のみ。それ以外は通称マイクコール、オーダーをみんなに知らせるだけのパフォーマンスに。しかしマイクコールちょっと待ってもらっていいですか。マジでドッキリとかが来てないんですよ。東京側のが全然できてないんですよ。物がオーダーが言うのが遅かったからでしょ。だからもう在庫が大阪では出したけど、こっちにはもう在庫そっち一緒のものがない。法改正もあってここまで殺到するとは思えず、予想以上にシャンパンが出てしまい、東京店のオーダーしたものが宅に届かないトラブルが発生。そこで先に有志が大阪店のマイクコールで場をつなぐ。さらにこちら最高級シャンパンローランドブラックケープスまとめて3発できました。ありがとうございます。しかしそれでもシャンパンはまだ届かない。ドンペリくらいさすぐ買いに行ったらいいやん、発注じゃなくて。ドンペリ何本足んないの？5本。でも目の前に酒屋だ買いに行けよ。すると会長ローランドが、そしたらさ、東京のやつ俺やるわ。東京のやつ俺やる。このグダグダぶりは俺の店ではありえない。もう自分でやる。 OK。じゃあもう行きますよ。父さん BGM もう消しちゃおうかな。 BGM もう消しちゃおうかな。どうやらこの一言が有志をバチ切れさせることに。ローランドのマイクをよく聞いてみよう。見ての通り東京だいぶ頑張っております。勢いが止まりません。なんとこのカリスマソータ君がやってくれました。伝説のローランドブラックいただきました。ありがとうございます。そしてまだまだ東京止まりません。3番テーブル。ガンガンに音楽がかかるホストクラブで BGM を停止。それでシラフに戻る人もいるご法度な演出。
東京が勢い止まりませんね。まだまだいきます。逆に言えばこれは VIP 待遇で特別な演出となる。東京店だけいわばアカペラ状態でのマイクコール。ローランドピンクいただきました。ありがとうございます。 Thank you。 そしてなんと東京アカペラ無双が7連発で行われてしまったのだ。この東京店 B 期ともいえる演出に有志はふみ、お前言っとけよマジで。お前失礼やろあんなん。このコール連続は、どうですか、まだまとめただけ。いや、こんなんちょっとマジ言ってほしいですよね。こんなん演出すんなよって話ですよ、普通に。こんなん演出すんなよって話ですけどね。大阪かわいそうじゃないですか。普通に大阪で来てくれてる女の子たちとか大阪のキャストとかからしたら、おいおいおいって俺ら時間通りにやって提供もちゃんと滞りなくやっててマイクコールがスムーズにやってたのに、東京だけそんな演出入れんじゃねえよって俺は思っちゃいますね。みんなが注目するようなやり方を片方だけがするのはフェアじゃない。で絶対今日の日に全員楽しみに来てるから、曲止めて BGM 止めてBGM 止めてマイク音量を上げてやるんだったら、俺らも大阪店側もそんくらいのパフォーマンスしないとなんか平等じゃない。次回大波乱の東西合同営業完結編。栄光のシャンパンコールを浴びるのはそしてそれは突然の出来事だった。うるせえよ、黙れお前ら。黙れよ椿、うるせえよ。こうやってくんだったら俺が先生布告してやるよ。ローランド・チルドレンツートップの論争、その訳は。エイト、お前の意思はこれか。